この頃のが聞き取りやすい。そんなことあるかな。おはようございます。こんにちは。こんばんは。ポテトです。このチャンネルでですね、ウィニング入れ。今は。おだすこんちこんばんは。ポテト、今日もデータぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、どっちも聞きづらいわ。おはようございます。こんにちは。こんばんは。ポテトです。今日もデータぶつけていきたいなと思います。今日はですね、バレットヘッドあれば空中戦無双できるのかやっていきたいなと思います。聞き取れたかな。そんな今日なんですけども MSN ガチャ引きましたが、もう引いてる人も多いんじゃないかなと思いますけども、今回はね注目していきたいのはこの真ん中の男ですよ。この男を主役でねやっていきたいなと思います。バレットヘッド身長で182センチ、結構低めなんで、これでねどれぐらい変わっていくのか、これをね見ていきたいなと思います。そしてね今日ね最後募集企画のお知らせがありますから、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ということで検証方法からやっていきましょう。検証方法、コーナーキックからね、ラインゴールエリアに設定して、攻撃参加1に設定をしてですね、ニアにパス入力をしていきます。バレットヘッドのね、有無でこの違いが出てくるのか、これをね、見ていきたいなと思います。ただ違う見ていくといってもですね、やっぱスアレスみたいに182センチで、もろもろ能力が似ていてね、もちろんスキルもあるみたいな、そんなね、都合のいい選手、毎回いるこの選手ですね、カバリーニっていう選手ですね。180センチエアバトルヘッダー持ちで、能力もほぼほぼ合わせてきて、どっちかというとカバリーニの方が上回ってるような状況かな。そんな状況で、これでね、バレットヘッドがその違いが出るのか見ていきたいなと思います。まずはカバリーニから見ていきましょう。今回はねゴールキーパーがキャッチしたりとか、あとはねニアのディフェンスがねクリアしたやつとかはもう基本的にはもうノーカウントとしてやっておりますね。でもね言うてねフィジカル90なんでね、それなりにやってくれるんじゃないかみたいな気もしてるんですけど、で相手チームはねゴールキーパーオブラクになってますから、それなりにね、弱いキーパーではないというところだけ知っておいてください。はい、見ていただきました。そうですね、それなりに決めてはいたし、競り合いも勝ってはいた方が多かったのかな、勝った方が多かったのかなと思います。182センチでこれだけできればそうなのかなって、それなりにいいんじゃないかなと思いますが、じゃあこれがバレットヘッドつくとどうなるのか、スアレス見ていきましょう。さあここからねスアレスになっていきます。バレットヘッドでねどれだけ変わるのかって感じですけども、でもいいシュートありますね実際ねベフォーストとかクリロナのねバレットヘッドとか使ってるとね、やっぱヘディング強えなみたいになりますけどね、この82センチだとどうなるのかって感じですよね。はい、見ていただきました。どうですかね、シュート自体は良かったんですけど、でも圧倒的とはいかないかな。少なくとも圧倒的に勝ってるかというとそんなことはなさそうでしたね。それだけはまず言えるかなと。ですね、じゃあちょっと一回データ見ていきましょう。こうなりました。はい、ということでそうですね、上がスアレス、下がねカバリーニになってるんですけど、そうね、まさかの負けてますねどっちかっていうと負けてるっていうね感じになりました。ただ今回40本でやってきてはいるので、5% の差つっても2本とかの差なので、正直ねこれはもうランダムの差かな。パスがどの辺に飛ぶのかによって結構変わっちゃうので、2、3本4本とかはねそんな差なのかな。7本とかねぐらいまでずれちゃうとさすがにちょっと違うかなって感じするんですけど、そうはならなかったので同じと言っていいでしょう。正確にはデータ上は差がないって言った方が正しいのかなとは思いますかね。なので先ほども言った通りですね、バレットヘッドで無双みたいなね、バレットヘッドがあるから無双できるみたいなことではなさそうですかね。はい。あとは単純にですね、ヘディングできた時の威力はね増してるイメージはやっぱあったので、その辺がねどう違うのか、ちょっとねデータだけで見てもしょうがないので実際に比べて見ていきましょう。枠内シュートのねやつ見ていくんですけど、カバリーニから見ていくとですねこんな感じ。それなりにね点も決めてる時もあればっていう感じにはなっていきますよね。
はいはい。はい、ということで見ていただいたんですけど、やっぱり山なりのシュートっていうのかなが多いかな。当てるだけというか、叩きつけるっていうよりはって感じでしたね。で、シュートスピードもそんなに速くはないですね。まあこれトレーニングモードのオブラクだから決められちゃったのかなみたいな感じ。ガチスカ級のキーパーだったら止められてんじゃないかなっていう気は何本かねありましたね。それに対してスアレスですね。あ、いいね、いい人打つね。あ、いいいいね。結構やっぱ叩きつけうまいな。うんうん。はい。いや、やっぱ叩きつけ多いっすね。あ、これはいいわ。いいシュート多いわ。シュートスピードも全然違うね。こう見ると。明らかに違うなって感じがしますね。これだったら通常のね、ガチスカ級のゴールキーパーでも決めれそうっていうのが結構何本かありましたね。でね、あともう一個。そうですね、結構角度がないところからでもちゃんとね、シュートできてた印象がありました。こんな感じでニアとか、いうところでもねちゃんと叩きつけてたというかね、点が入りそうな弾道では打ててたんじゃないかなと思います。というところで違いが分かったので結論です。バレットヘッドがあるからって空中戦無双できるわけじゃないとします。はい、ということでね、いろいろ見ていただきましたけども、やっぱり先ほども言った通りですね、空中戦バレットヘッドがあるからっていうわけではなさそうな感じでしたね。あくまでバレットヘッドはヘッダーの上位互換みたいな認識でいいんじゃないかなと思います。そこに至るまでに関してはまた別の能力っていう感じですかね。ただそれでもですね、やっぱりある程度無理な体勢とか無理な角度でもしっかりできる、これがねバレットヘッドの一番の特徴なんじゃないかな。アクロバティックシュートにちょっと近い部分もあんのかなとは思いましたけどね。はい、そんな違いがあるかなと思います。なので逆にはちゃんとね、クロスしてヘディングで決めたいみたいなクロスゲーみたいなね、いわゆるをやりたい場合だとですね、ちゃんと長身の選手を入れるのがいいかなとは思いましたね。その方がヘディングできる機会っていうのは多くなってくるっていうね形にはなるかなと思います。ちゃんと空中戦の能力に振らないといけないって感じですね。でスアレスに関しては実はヘディングもできるライブレみたいな感覚で持って使うとやっぱりいいんじゃないかなと思いますね。ヘディングっていうよりはね、個人的にはねフェノミナルフィニッシュより全然いいと思うんですよね。でフェノミナルフィニッシュってどっちかっていうとね、自分がミスった時とか結構無理な体勢で打つ時にはありがたいんですけど、試合展開によっては全然使わない時もあるし、むしろヘディングシュートの方がね使う機会多いなと思ってたりとかねするので、っていう意味ではねバレットヘッドの方がよっぽどね個人的には、使う機会というかね助かったっていう機会はね多いんじゃないかな。あとはバレットヘッドついて外しちゃったらちょっと納得いくというかね、諦めつくというかねそんな感じも個人的にあるので、そっちのよっぽどねこのスアレスの良さっていうのはライブレとしての良さも活かせるんじゃないかなと思いますので、この辺参考にしてみてください。この動画良かった、参考になって面白かったなと思った方でね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後雑談とお知らせをして終わりたいなと思います。はい、ということでここからね雑談になっていきます。データ的にはね正直今回そんなに差がないって形になったんですけど、やっぱ見比べていくとね、シュート能力得点能力に関しては確実にスアレスの方がバレットヘッドの方がね良いっていうのは分かったので、その辺は参考にしてみてください。そしてですね、こちら私のガチスカ褒めてみろーやっていきたいなと思います。募集企画なんですけども、皆さんのガチスカこれねぜひ教えてほしいなと思います。はい、どんな褒めでもいいです。どんな褒めでももう褒めちぎりますので、ちゃんとフォームも作りました。こんな感じで、これ有料だからね、これ毎月払ってるからねお金ね。スマホでもパソコンでもどっちでもできますから、画像ねアップしていただければなと思います。ただねこれ一応ねそんないかないと思うんだけど、先着100名までです。すいません。そうなのでそう100名いかないと思うんだけど、仮にね万が一行ったら DM ください。DM で送ってください。
はい、それでいいかなと思いますのでお願いします。で、参加条件に関しては誰でもいいです。もう何でも、もうどんな人でもいいです。 OK で送っていただければ OK です。ただチャンネル登録とか SNS ね、各種フォローしてくれたら嬉しいなって思ってますのでよろしくお願いいたします。皆さんのね、こだわりとか細かいところをね、教えてください。応募はね、概要欄もしくは Twitter でもね、また出しますので、そちらからアクセスしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しております。あともう少しなんです。この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね、バレットヘッドについてやってきました。またね、ちょっとメッシュとか、ね、今のところもなんかやりたいね。なんかこれやってほしいなとかあったらぜひ、コメントで教えていただければなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。